ちは、リサです。今回はネイルをする前にボトルのジェルがなくなりそうだったので100均でコンテナを買ってきて残りのジェルを全部出してみたんですけど、意外とたくさん残っててまだまだ使えそうだったんですよ。やっぱりボトルタイプはハケにつかなくなっちゃうと使いにくいですけど、コンテナにこうやって出してあげるとね、まだまだ使えると思うので、もしボトルタイプのもうそろそろなくなりそうなジェルを持ってる方は試してみてください。このまま捨てちゃうとこでした。すごくもったいないので見てください。ジェルのコンテナのだいたい7割から8割ぐらいは入ってます。ちなみに今回コンテナに出したのはグレースジェルのダイヤモンドトップというものです。これは以前紹介したグレースジェルのベースと一緒に買ったんですけど、かなりこちらもお気に入りです。粘度がまあまああって扱いやすいですし、皮膚にも流れにくくて使いやすかったです。それではネイルの方始めていきます。甘皮処理から始めていこうと思います。使うのはいつものこちらオホーラのプロルーススキンリムーバーです。こちらをキューティクル付近に塗布して少し時間を置いていきます。私は週に1回ネイルを変えるんですけど、甘皮ケアはあんまりしっかりやりすぎないようにしていて、頻度が高いっていうのもあるんですけど、どうしてもね、やっぱり素人なのとネイリストさんみたいに他の人の爪にやるんじゃなくって自分の爪に対して甘皮ケアをしていくので、やりすぎてしまったりとか必要がないところまで切ってしまったりすると、例えば出血したりとか傷ができてしまうと、もちろんネイルもできなくなってしまうので、ほどほどにするようにしてます。10本ともリムーバーを濡れたので少し時間を置いていきます。1分ほど経ったのでティッシュでリムーバーを拭っていきます。こちらのリムーバーの先端の部分を使って甘皮を押し上げていきます。本当はメタルプッシャーの方がやりやすいと思うんですけど、検定の道具の方に入れてしまっているので、今回はこちらを使っていきます。メタルよりね、柔らかくて間違って爪を削ってしまう心配とかも少ないと思うのでいいですよね。こんな感じで爪表面のルースキューティクルを優しく取り除いていきます。これはプロの方がやるともっといっぱいボロボロ出てくるんだろうなと思うんですが、私は素人なのでやりすぎない、触りすぎないということを気をつけてます。それでも結構この根元を見ていただくと分かると思うんですけど、ルーススキンを剥がすことができます。反対側もやっていきます。このオホーラのリムーバーはこんな風に先端にプッシャーみたいなものがついていたりとかチューブになっていてすごく使いやすいのでおすすめなんですけど、結構ねお値段がするんですよ。2000円弱ぐらいしたと思ってて、ちょっと後で正確な値段は調べておくんですけど、そんなにねお手頃価格っていうものでもないので、なかなか初心者さんとかは手が出づらいかなとも思うんですが、この1本で完結するっていうのはすごくいいなと思います。簡単に使うことができるので。それこそ今ネイル検定のために材料を買ったりとかネットで調べたりとかするんですけど、すごく有名なブルークロスでしたっけ、キューティクルリムーバーがあるじゃないですか。あれも2000円ぐらいしたはずなんですけど、その代わりね、もうボトルがめちゃくちゃ大きくてたくさん量が入ってるんですよ。意外とプロ用に売られてるものの方が一般の市販品よりもコスパがいいってことがあるのかもしれないですね。とはいえセルフネイラーなので、使うのが自分の爪だけだと思えばちゃんと古くならないうちに使い切れたりする市販のものの方がもちろんいいこともありますよね。はい、ちょっと荒削りですけどこんな感じでよしとしたいと思います。しっかり拭いてからしまいましょう。それでは爪の表面に残っているルーススキンやキューティクルの方をウェットティッシュで拭っていきます。いつも通り親指にこのように巻きつけて、爪表面とキューティクル周りですね、爪で押し上げるようにしながら拭いていきます。ウェットティッシュの表面がかなりザラザラしているので、まだ取り切れていなかったルーススキンをこのようにこすり落とすというような役割も果たしてくれます。意外と初心者のセルフネイラーさんにおすすめしたいネイルアイテムの一つがこのウェットティッシュかもしれないです。私も最初は確か YouTube でセルフネイル甘皮ケアやり方とかで調べてこの方法にたどり着いたんですけど、結構ねニッパーとかプッシャーを使って自分の爪のキューティクルケアをするのって難しいと思うんですよ。もちろん他人の爪を扱うのではないからこう片手になってしまってやるのがねどうしても難しいっていうのもありますし、ニッパーって刃物だからどうしてもやりすぎてしまうリスクがあることを考えると、この表面のザラザラでこすり落とすっていうやり方はすごくいいなと思います。反対側も拭いていきます。
私はネイルサロンに行ってた頃はデザイン重視で、あんまりケアに強いサロンとかケアを推してるサロンを選んで行ったことはないんですけど、ちゃんとしっかりケアをしてくれるところはこだわってるんだなっていうのが分かりましたし、そういうやり方とかもねいろいろ見て、こんなやり方があるんだって知ったりとかもあったので、セルフネイラーさんだとしても情報収集に行くのはおすすめです。ドライケアだけのところもあれば、水を使ってケアをしてくれるところもありますよね。ではささくれや、表面に残ってしまったキューティクルをニッパーで切り取っていきます。一度手を石鹸で洗ってきました。ではいよいよジェルをのせていこうと思います。とその前に今回は長さ出しをするんでした。こちらのスクエアのショートタイプのチップで長さ出しをしていきます。まずは爪の大きさに合うチップを選んでいきます。こちらのチップは Amazon で購入しました。詳細を概要欄に載せておこうと思うので、もし気になった方はそちらをチェックしてみてください。最近 X で骨格タイプに合った似合う爪のシェイプっていうのが流れてきて、私はおそらく骨格ストレートなのでオーバルが似合うっていうことだったんですけど、最近はスクエアとかバレリーナの方が好みなので気になりはしたんですけど、ガン無視で進めていこうと思います。一時期パーソナルカラーと骨格診断がすごく流行って、みんな当たり前のようにやってましたよね。私もパーソナルカラーはプロの方に見ていただいたんですけど、確か2018年19年ぐらいかな。でもね、最近あんまりパーソナルカラーも気にしなくなってきちゃってて、気にしすぎるとそれはそれで良くない気がするんですよね。同じようなリップの色ばっかりとか、同じような服ばっかりとかになってしまうので、そこまでねとらわれすぎなくてもいいんじゃないかなって思います。つまんないじゃないですか。ちなみに私はファーストがイエベ秋で、セカンドがイエベ春でした。でもね、4つ大きく分けてあると思うんですけど、合わないのがブルベ夏の色っていうだけで、冬もね結構あったんですよ。でカウンセリングっていう形だったので、合わないねっていうのが最初に分かって、じゃあどんな雰囲気が好みですかっていう話になり、イエベ秋とイエベ春がやっぱり一番似合いますね。しっくりきますね、自分の中でっていう感じになって、春と秋の雰囲気っていうんですかね、なんか柔らかい感じが好きだったら春かなみたいな自分のなりたい雰囲気、理想像ってどの辺ですかっていうことをカウンセリングしていただきながら、ファースト秋だねって話に落ち着いたんですよ。だからね、あれは客観的に見てっていうよりかは、自分が近づけたい雰囲気が何かによって使う色味を整えてあげると、よりねその理想に近づきますよっていう話なのかなと思って、わかんないです。もちろん見ていただく先生によってね、いろんな流派っていうんですかね、ポリシーがあるとは思うので、私が見ていただいた時はそんな感じでした。はい、ではこちらでチップを選ぶことができました。前回のキャンドゥのチップは小指がどうしても大きかったので削ったんですけど、今回はぴったり合いそうなサイズが見つかったので、両方とも一番小さいサイズです。こちらこのまま使っていこうと思います。ただし根元の段差がキャンドゥのものに比べてかなり出そうなんですよね。少し削ってからつけようと思います。本当はハーフチップで長さ出しがしたかったんですけど、理想的な形のものが売ってなかったので、今回はこのフルチップを使っていくんですけど、少し長さが長い気がするので最初に切っておこうかな。親指はこの形のままでぴったり合いそうなので、このままにしておこうと思います。他の爪は少し切っていきます。爪切りで少し短くすることができました。あとはこちらの根元の段差を薄くするためにヤスリで削っていきます。スポンジファイルを使って削ります。親指はフルチップにしたので削らずに他の爪を削っていきます。ちょっと削りにくいですけど、このサイドの部分特に薄くしておくと楽だと思うので重点的に削ります。私前回も手袋つけたまま削る作業やっちゃってダストがつくなって言ってた気がするんですけど、今回もやっちゃいました。
今更ですが脱ぎます。まあね、そんな厳密に工程が決まってるわけではないので自由にやっていこうと思うんですけど、なんかね毎度毎度こういうことをやってる気がします。まあね、仕事だとなかなかこんなにのんびりは言ってられないんですけど、趣味の時間なのでそれもよしということで、結構ね会社の方とかと話してて、そのネイル自分でやったのすごいねみたいな褒めてくれることあるんですけど、手が込んでそうなネイルの時はいつも1週間で描いてるけど、それはもっと持たせないとダメだよって言われること多くて、やるのにね手間と時間がかかってるからつけたままできるだけ長く持たせた方がタイパもコスパもいいでしょって話だと思うんですけど、違うんですよね。私にとってはこのネイルをやってる時間がすごく癒しなので、本当に日常に必要な時間なんですよ。だからね、できるだけアレルギーとかならない範囲ではあるけど、たくさんネイルをしたいっていう気持ちがあって、ネイリストになればよかったじゃんって言われることもあるんですけど、自分が好きなデザインを好きなように好きなだけ時間をかけてやれるっていうのと、お仕事として人様の爪にねリクエストを受けたりとか要望を聞きながらそのお客さんの爪をきれいにしていくっていうのとは多分ね全然違うと思うんですよね。もちろんねそれがすごいやりがいだっていう人がねいらっしゃるのもわかるんですけど、自分のやりたいデザインを好きなように好きなだけできるっていうわけじゃないじゃないですか。ワンホンが得意なサロンとかニュアンスが得意なサロンとかいろいろありますけど、もちろんねお仕事にするんだったらそうも言ってられないんで覚悟決めてやれよって話なんですけど、私はねそれよりは趣味でネイルしてるのがいいなと思うので、サラリーマンをしながらこうやってね動画を撮ったりとか自分の爪をいじくったりとかしてるわけなんですけど、削り終わったのでウエットティッシュでダストを取っていきます。チップの準備が終わったので次はいよいよ爪にジェルをのせていきます。まずは毎度おなじみのシャイニージェルミオのピールベースを塗っていきます。ちなみに私が一番最初に買ったジェルネイルはジェリーネイルっていうスターターキットでした。 Facebook とかに当時広告が出ていて2015年ぐらいだったかな、大学生の時だったんですけど、当時 YouTuber のくまみきさんっていう方をよく見てて、その方が紹介してたっていうのもあるんですけど、確かねベースジェルとトップジェル、こういうコンテナタイプですねのベースジェルトップジェルとお好きなカラーが1つか2つセット選べますっていうものと、あとはジェルのライトとブラシがセットになってるものだったんですけど、ライトもね今みたいな机に置いて使うタイプじゃなくって懐中電灯みたいな感じなんですよ。これぐらいの大きさのパチパチってお尻のところのボタンを押すとピカってつく LED の懐中電灯みたいなタイプのもので、出るライトはね UV か LED かちょっと兼用だったか覚えてないんですけど、もう本当にちっちゃいもので、ちっちゃいものを持ってペカってやって硬化するっていうものでした。今考えるとちょっとやりにくすぎますよね。そうだからね、私のファーストジェルネイルってセルフなんですよ、サロンじゃなくって。右手にピールオフベースを塗ることができたので、次はこちらのジェリップボンドもちというジェルを使ってチップをつけていきます。こちらは前回の動画でも使用したんですけど、テクスチャが固めのジェルでして、スパチュラで取ってみるともう糸を引くぐらいの粘度のあるジェルです。チップの裏に少量つけます。少しだけ広げてから爪にのせていきます。今回は根元からつけるのでしっかりと合わせてジェルを押さえて広げていきます。すごく綺麗につけることができました。このまま硬化していきます。20秒ほど硬化しました。他の指にもつけていきます。他の指は少し長さを短くしているので、本当に思ったよりも少量で大丈夫だと思います。親指以外はチップと実目の間に段差が生まれてしまっているので、こちらをベースジェルで埋めていきます。使うのはいつものグレースジェルのベースです。
全ての指にベースジェルを塗って表面を整えることができました。今回ベースに使っていくのはシレオンの S217 というカラーです。濃いんですけど結構クリア感が強めなカラーになってます。仮効果できたら次はネイルタウンのサンディジェル06を塗っていきます。こんな感じで一部分だけに塗ってこれで硬化します。この上から S217 でサンドしていきます。この状態で硬化せずに次の工程に入ります。次はこちらネイルタウンのテラコッタジェルグリームシリーズの2番を使います。こちらも一度ショートで紹介したことがあるんですけど、めちゃくちゃ可愛くって、こういうねテラコッタジェルでテクスチャーが硬いんですけど、めっちゃ細かいパールの質感なんですよ。ザカザカっと塗るだけでめっちゃ可愛いニュアンスアートになるのでおすすめです。このジェルを筆に取って爪に置いていきます。このように剥跡と筋感を出したアートが簡単にできます。こちらで硬化していきます。表面をトップジェルでコーティングすることができました。次は爪の裏側を補強していきます。細かいところはライナーブラシで塗っていきましょう。右手の爪の裏もトップジェルを塗ってコーティングすることができました。右手はこちらで完成です。左手の長さ出しと表面のベースジェルの塗布が終わりました。アートをやっていきます。左手は右手と全く違うアシンメトリーのデザインにします。まずは前回も使った00のプレミアムジェルポリッシュ JJ25 番のバニラクリームを塗っていきます。こちらはシロップカラーのホワイトになっています。色味的には暖色のホワイトなので肌に馴染みやすいです。理想は一度塗りでムラなく綺麗に仕上げたいのですが、なかなかそうはいかないので何度か塗っていこうと思います。ベースカラーのホワイトを塗ることができました。2度塗りしています。ではアートをやっていくんですが、先ほど使ったシレオンの S217 をパレットに出していきます。こちらのカラーだけでなくってマグネットも使っていこうと思います。アイリーチョコレートフラッシュマグのルビーというカラーと、以前他の動画でも紹介したんですけど恋風のカラージェル、ナンバー003のマグネットのカラーがあるんですけど、どっちを使おうかなと悩んでます。このカラーは結構ね赤っぽいローズっぽいピンク色です。こちらはフラッシュが入っているマグで、カラーは結構オレンジです。ではまずシレオンの S217 をライナーブラシに取って模様を描いていくんですけれども、今回はねさくらんぼ柄にしたいんですよね。なので円を描いていきます。そんなに神経質じゃなくて大丈夫なので中を塗りつぶします。上からマグネットを重ねていくので、これは下書きです。こちらで硬化します。10秒ほど仮硬化しました。もう一つ円を描いていきます。こちらも仮硬化できました。他の爪にもさくらんぼの柄をまずは描いていきます。さくらんぼを描くことができました。ではこの上からマグを重ねていこうと思います。今回はアイリーのチョコレートフラッシュマグにしようと思います。先ほど塗ったシレオンの S217 の上から重ねていきます。本当はね右手と全く色のトーンを揃えたいなと思ってたんですけど、やっぱりねマグがないとさくらんぼの果実感が物足りないなと思って、ではこちらでマグネットを当てます。重ね塗りするとこんな感じです。めっちゃ可愛い。後で部屋暗くしてフラッシュでも写真撮ろうと思います。
こちらで全てのさくらんぼにマグを塗って、硬化することができました。次は茎を描いていきます。ネイルタウンの B32 と C28 というカラーを使っていきます。こちらもパレットに取ります。カラーを2色取ることができたので、ライナーブラシで混ぜます。しっかりミキシングするというよりかは、まばらに色がつく感じで大丈夫です。こちらで茎を描いていきます。かけたらすぐ仮硬化します。この2色を混ぜることで結構リアルな色味になったと思います。さくらんぼの実と茎を描くことができました。それではノンワイプトップでコーティングしていきます。トップコートで全体をコーティングすることができました。最後にさくらんぼの実の部分だけぷっくりさせていきます。使うのはこちらのグレースジェルのクリスタルワイプレストップというジェルになります。こちらはノンワイプのトップジェルなんですけども、粘土がめちゃくちゃ硬いんですよね。レベリングはするんですけど、糸を引くレベルで硬いです。さくらんぼの実の立体感を出していきます。たっぷり取って実の部分にのせて、先ほどのグレースジェルのトップがないよという方は、このようなチューブに入ったタイプの硬いクリアジェルでもいいと思います。こちらは3COINSに売っているアンドアスの 3D ジェルネイルというものです。はい、こちらで両手ともネイルが完成しました。この左手のデザインめちゃくちゃお気に入りです。我ながらすごくいい出来だなと自画自賛してます。マグを重ねたことによって奥行きが感じられるようになったし、この上に乗せたトップコートのぷっくり感と相まって本当に球体みたいに見えますよね。茎の部分もグリーンとブラウンを混ぜることによってよりリアルな質感になったと思います。